私たちは、あの物語のその後を知りません。世界を震撼させた映画、もののけ姫。劇中、主人公アシタカはタタラ場に残って生きることを選び、サンは再び森へと帰っていきました。共に生きよう。アシタカが残したその言葉の行方を、私たちはただ想像するしかありません。しかし、出雲の山奥、鉄の神様を祀る金谷小神社には、映画のエンディングをそのまま写し取ったかのような、あまりにも不可解な絵図が残されています。白い獣の背に乗り、山を駆ける女神の絵図。これは単なる偶然なのか、それとも、かつてこの地をかけたいもののけの姫の生きた証なのでしょうか。今宵、私たちは、アニメーションのスクリーンを越え、奥出雲の歴史が語る、アシタカとサンの本当の結末に迫ります。島根県安来市、旧広瀬町にある金谷小神社。ここは、全国に約1200社ある金谷小神社の総本社であり、古来より製鉄の職人たちから、鉄の祖神として絶大な信仰を集めてきました。この神社に伝わるご神体の絵図に描かれているのは、紛れもなく白き獣にまたがり、山を駆ける女神。そしてこの女神こそが、サンが歩んだその後の姿だったと囁かれています。室町時代、この奥出雲の一帯ではたたら製鉄が本格化していました。鉄を作るために、人々は山を削り、樹木を伐採し、自然の神々の領域を容赦なく切り崩していきました。人間たちにとって森を守るために戦うサンや山犬の一族は、恐るべき自然の怒り、すなわち生ける神そのものでした。森に帰ったサンは、その後どうなったのか。彼女は人間たちと完全に決別したわけではありません。むしろ、たたら製鉄の職人たちが無軌道な森林破壊に走らぬよう、境界線に立ち続け、時に白き獣に乗る恐るべき女神として人間たちの前に立ちはだかったのです。イフ、人間たちが抱いたその圧倒的な恐怖と敬意こそが、やがて金谷御神という信仰へと昇華されていきました。サンは別れた後、金谷御神と同化し、人間を怖がらせることで、この地の森の破壊を最小限に抑え込もうとしていたのです。サンが森の側から自然への畏怖を突きつける一方で、人間たちの世界に身を投じた男がいました。アシタカです。アシタカは、ただたたら場を守るためだけに生きる道を選びませんでした。彼が挑んだのは、破壊された自然の再生。人間が生きるための開発と、自然の改正を両立させるという、途方もない戦いでした。この奥出雲の地には、室町時代からたたら製鉄の中心を担い、荒れ果てた土地の再生に命を懸けた、実在の有力一族がいます。それが僕ら家です。アシタカはこの僕ら家に合流したとされています。砂鉄を採取するために、山の斜面を削り取り、水に流すカンナ流し。この荒々しい鉱山開発は、山の生態系を完全に破壊し、下流に大洪水を起こす危険をはらんでいました。アシタカと僕ら家は、削り取られたむき出しの赤い山肌に立ちました。彼らが始めたのは、棚田による改正です。崩された山の斜面に、一つずつ土を盛り、水路を築き、水を引く。気の遠くなるような年月と、圧倒的な人間の労働力が、そこには注ぎ込まれました。山をただ平らに潰すのではなく、人間が命をつなぐための棚田として再生させる。それが、アシタカが選択した人間としての贖罪であり、共生の形だったのです。それぞれの場所で異なる役割を担った二人。自然破壊を抑止する神様となったサン。荒れた土地の再生に生きるアシタカ。別々の道を歩んでいた二人ですが、完全に引き裂かれたわけではありません。奥出雲に伝わる金谷小神社の祭礼。そのお祭りのたびに、二人は密かに再会を果たしていました。やがて、人間と自然が調和する棚田の農業がこの土地に完全に根付いたとき、二人が別れて暮らす理由はなくなりました。二人は晩年、この奥出雲で一緒に暮らし始めたとされています。相棒のヤックルや白い山犬たちも共に、一つ屋根の下で生活をしました。
現在も雲南市に残る菅谷たたら山内の職人住居や、かつてたたらで栄えた桜池のような、広々とした温かみのある住まいで、二人は互いの白髪を見つめ合いながら、静かで穏やかな余生を過ごしたのです。砂鉄の採掘で荒れた山々は、30年の歳月を経て、再び豊かな森へと蘇ります。そして、足高たちが築いた棚田は、500年の時を超えた今、日本最高峰のブランド米、似た米を育む大地となっています。鉄を作るために山を崩し、その跡地を棚田にして米を作り、豊かな水を森に返す。自然を一方的に奪うのではない、この究極の資源循環型農業は、2025年8月、ユネスコによって正式に世界農業遺産として認定されました。かつて、太古の森の生き物たちが命を懸けて人間に抗議したあの戦い。そして、足高とサンが、引き裂かれながらも模索し続けた人間と自然の共生。彼らが500年前に夢見た未来は、今、私たちの目の前に広がる、奥出雲の美しい里山の景色の中に、確かに結実しているのです。共に生きよう。会いに行くよ。ヤックルに乗って。足高が誓った約束は、形を変え、時代を超え、今もこの出雲の地で生き続けています。あなたが今度、奥出雲の美しい棚田を訪れるとき、あるいは、温かいご飯を口にするとき、耳を澄ませてみてください。森の奥から、カタカタと小玉たちの歌う声が、今も確実に聞こえてきます。